皆さん、こんにちは。日本語講師のゆりです。日本人と接していて、意味はわかるのになぜそうなるのか理解できないと困ったことはありませんか？この5分ジャパニーズリスニングプラクティスでは、言葉や行動の背景にある日本人にとっての当たり前や価値観を皆さんと一緒に紐解いていきます。今日はロールモデルというキーワードから日本人の心を覗いてみましょう。皆さんの国では人生の正解と言われるモデルはありますか？日本では一昔前、家があって、車があって、専業主婦のお母さんがいるという家族像が一つの正解、ロールモデルでした。皆さん、クレヨンしんちゃんっていうアニメは知ってるかな？あれは平成の家族のロールモデルですよね。でも今の Z 世代はそれを一つの形として尊重しつつも、もう少し自由で多様な生き方を選んでいます。今日はその自由がもたらす不安と彼らが熱くなれない理由について深掘りしていこうと思います。Z 世代に関する本は私は2つ読んだんですけど、両方で Z 世代は多様性の世代というふうに定義されてますね。こっちはね、コンサルティング会社で日本で一番有名なんじゃないかなというところが出した本ですね。で、こちらは大学の教員の方、船津さんという方が執筆された本なんですけど、両方同じことが書かれてありました。みんな違ってみんないいを自然に実践できるのが Z 世代だと。具体例を出すと、同性同士のカップルとか、入籍しないパートナー関係とか、男性の専業主婦とか、仕事のために出産のタイミングを女性が遅らせることとか、一昔前の日本ならすっごく厳しい目で見られていたことを Z 世代は比較的自然に受け入れる傾向があるということなんですよね。これはいいことなんじゃないかなと私は思います。でも Z 世代は正解がないからこそ自分で全てを決めなくてはならないという不安を抱えているらしいですね。結婚してもしなくてもいいし、子供を持っても持たなくてもいいわけですよね。そういう彼らの特徴として面白い指摘がありました。それはすぐに客観視して熱くならないという点です。この本の著者、船津さんは、とある方を大学の講演にお呼びしたらしいんですよね。で、その講演の方がどういう講演をしたかっていうと、いろいろ話したんですけど、最後にリスクを取って未来を変えようって言ったらしいです。熱く語ったんですよね。そうすると、その会の授業アンケートの学生の感想は、宗教みたいだと思った。だったそうです。そういう感想を持つんだねって私は思いましたね。努力とか根性、抽象的な目標を Z 世代の彼らはちょっと冷めた目で見る傾向があるらしいですね。冷めた目っていうのは感動したり興奮したりせずに冷静すぎる、あるいは少し馬鹿にしたような態度で物事を見ることを言いますね。船津さんによると、Z 世代が冷めた目で物事を見る理由は、大人がいつもエビデンスはって客観性を求めて挑戦する人を子供っぽいって冷笑するからだと。そんな姿を見て育ったから彼らは熱くならないという防御反応を身につけたのではって言っています。私自身は、そうだな。私は、プルスウルトラって言葉が実は好きなんですよ。私が知ったのは、ヒーローアカデミアっていう漫画なんですけど、なんかね、簡単に言うと、限界を超えろみたいな言葉なんですよね。さらに向こうへみたいな意味合いです。熱いよね。筋トレと同じで、限界を少し超える経験を繰り返すと、人は成長できるんじゃないかって私は信じています。でも多分、こういう考え方も
彼らから見ると宗教的なのかもしれないですよね。この本で書かれていたのは、Z 世代を批判する文脈は結構多いんですけど、でもその価値観を作ったのは、私たち大人なんじゃないのかって言ってるんですよね。彼らが主観を語らず、第三者的、客観的でいる理由というのは、失敗に厳しい日本社会にどうにか適応しようとした方法なのではないかということですね。今日は Z 世代の多様性と彼らが持つ客観的な冷たさの背景についてお話ししました。もしかしたら皆さんの国の Z 世代とはちょっと違うかもしれませんね。皆さんの国では情熱的に語ることはかっこいいですか？それとも宗教みたいに見えますか？世代が違うと理解し合うのがなかなか難しいですが、まずはそう考える背景を知ることからお互い始めたいですよね。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。